Hello and welcome to Hanaka Japanese. I'm Hana. こんにちは。Hanaka Japanese へようこそ。私は花です。このポッドキャストでは日本の文化や映画について日本語だけで話していくポッドキャストになってます。英語の字幕が必要な人は YouTube で英語字幕の機能をオンにしてもらうと字幕が見れるので、ぜひ使ってみてください。今日はエピソード5を撮っていこうと思うんですけど、テーマは、3月、今月、いろんなことがあったので、それについて話していこうかなと思ってるんですけど、今日が3月31日火曜日なんですけど、このエピソードがいつ投稿できるかわからないけど、できれば4月の1週目とか2週目には投稿できたらいいなと思ってるんですけど、はい、今日3月最終日になってます。で、3月は日本では学校とか会社の最終月になるので、最終月ってわかりますかね？1年の一番最後の月なので、会社はすごい忙しいと思うし、学生さんの人はなんか新しいクラスに変わったり、あとは卒業とか新しい環境に行く方が多いと思うので、よく日本では春は出会いと別れって言うと思うんですけど、私は出会いと別れとかそういう感じは全然ないんですけど、そう、会社で働いてるわけじゃないので、3月で年度末だなとかそういうのはないんですけど、ね、個人的にいろんなことが3月はあって、まず一つ目は、引っ越し？インスタの方でも新しいアパートを探してるって、インスタのストーリーでポストしてて、家の内見ってこう新しい家を見に行くんですけど、内見の動画とか何回か投稿したことがあったんですけど、そう、家が決まって新しい家決めたのが2月で3月引っ越して、今ちょうど新しい家に引っ越して2週間ぐらい経つんですけど、でそれ以外にも花バナナのアカウントで花見イベントを開催して、このインスタグラムの配信投稿を始めてから初めてオフラインのイベントをやったんですけど、そういうのもあったり、いろいろ本当に濃厚な1ヶ月だったので、3月についてちょっと振り返りながら話していきたいと思います。で、まず3月の前半は、大阪に行ったところから私の1ヶ月が始まっていて、で毎月大阪には行くんですけど、3月は2日間だけ3日間
3日間大阪に行って、で仕事して大阪の友達には全然会えないまま終わっちゃったんですけど、いつももう本当に新幹線に乗って大阪行って仕事して、でもうすぐまた東京に帰ってくるので友達に会えなかったんですけど、そうでもうすぐね4月もあさってから大阪に行くんですよね、また。なんか2拠点生活っていうわけじゃないんですけど、東京と大阪行ったり来たりしてます。そうで3月の頭は大阪に行って、でその後もうすぐ4日後5日後くらいには引っ越しがあったので、すぐ荷物を段ボールに詰めて引っ越しの準備をして、でも家が段ボールだらけになって、本当になんかこの引っ越し前の期間すごいストレスだったんですけど、そうでいろんなものを捨てて、いらないものがたくさんあったので、断捨離断捨離っていうのはいらないものをどんどん捨てていくことなんですけど、あのもう本当に使うか使わないかわからないものはもう全部捨てようって決めて、大きいゴミ袋を10個分ぐらい捨てたと思います。服とかいろんなもの、食器とか本当に捨てるの大変なんですけど、いらないものはどんどん捨てていって、で引っ越しの準備して引っ越し業者を使って新しいアパートに荷物を移しました。で海外とかだったら引っ越し業者を使わないで、新しい家が近くだったら自分で車で引っ越す人もいると思うんですけど、私車ないので、ないし、あと日本は洗濯機とかベッドとか大きい家具とか家電あるじゃないですか。大きい家具とか家電はアパートに置いてないから自分たちで持っていかなきゃいけないので、あの引っ越し業者を使う人が多いと思います。で自分で運ぶのが難しいから、私も正直車で15分とか20分ぐらいの距離だったんですけど、なんかそう自分ではなく引っ越しできるできる気がしなかったから、引っ越し業者も使った方が早いなと思って引っ越し業者使いました。だいたいどうなんだろう。引っ越し業者いくらぐらいが普通かわからないんですけど、なんか今って日本で3月とか4月は引っ越しシーズンって言って、さっきも言ったみたいに新しい学校とか新しい会社に移動する人がたくさんいるので、引っ越しする方がたくさんいて、ハイシーズンなんですよね。だから引っ越し業者もすごいちょっと高かった気がします。そうで、その引っ越しシーズンだから新しいアパートも内見できなくて、で絶対家を見て一回家の中を見てから決めたいじゃないですか。新しいね、
家だから、なんか引っ越しってそんなしょっちゅうするものじゃないから、多分2年3年4年ぐらいは住むから、ちゃんと内見してから決めたいと思うんですけど、引っ越しシーズンでもう引っ越しする人が多すぎて、内見を、まあ、その、もともと住んでる人が家を出るってなって、こう、ネットに情報が上がるじゃないですか。で、情報が上がって、本当にこの昔住んでる人が引っ越すまでの期間に、もうどんどん、あの、入居者新しく住みたい人の申し込みがどんどん入っていっちゃうから、内見できないまま、もうどんどん物件が埋まっていっちゃうっていう感じで、結局私たちもなんか内見いろいろ結局2個か3個ぐらいしたんですけど、もう内見してたらどんどんいいところが埋まっちゃうから、内見せずに今のアパートは決めて、でもだから Google マップとか昔のなんかあの物件の写真とかをネットで調べまくって、写真をいっぱい見て、もうイメージしながら決めました。で、実際初めて物件見に行った時は、想像していたよりも部屋が狭く感じて、で、これ大丈夫、なんか失敗したかなって思ったんですけど、今実際引っ越して2週間3週間ぐらい住んでみて、めちゃくちゃ今のお家気に入ってます。一番いいのは日当たり。日当たり、こう太陽から入ってくる光がすごい多いので、なんか朝とかお昼は本当に気持ちがいいし、私が家を選ぶ時の絶対条件が日当たりだったんですけど、もう日当たりめっちゃ大切にしました。だから私はあんまり新しい家とか綺麗な家じゃなくてもいいんですけど、日当たりと家の広さをすごい重視して物件選びしました。で、引っ越して、そうで、なんか私のインスタ見てる人は、なんかいつもこの、なんかポスターとか、この、なんか後ろの今映ってる背景で、背景をなんかリールとかで見たことあると思うんですけど、ここは、ここに前住んでたんですけど、あの、前はなんかホームオフィスみたいな感じで、仕事場所と家が同じだったんですよね。で、ずっとオフィスと自分の生活空間を分けたくて、で、分けたいなと思いながら、もう時間流れて、ずっとホームオフィスみたいな感じでやってたんですけど、やっと引っ越すことができて本当に嬉しいです。で、なんで引っ越したかったかというと、料理が好きなんですけど、なかなかこう広いキッチンで料理できなかったり、友達を家に呼べなかったり、なんかしてたので、自分だけのなんか好きな空間を作りたくて早く引っ越したいなと思ってて、結構念願の引っ越しでした。そうなので、この場所は、この場所っていうか前住んでたアパートはそのまま借りてるので、なんか東京で2個家を借りてるみたいな感じなんですよね。から
掃除とか、なんか当たり前なんですけど、ゴミとか、ゴミ捨てゴミ捨てって、なんか日本は曜日決まってるんですけど、多分海外も同じだと思うんですけど、曜日が決まってるから、ゴミ捨ての曜日とか、あの、ちゃんとが違うんですよね。東京の中でも、エリアによって、月曜日が燃えるゴミとか、火曜日がプラスチックとか違うから、そういうのがね、すごい今はすごい混乱して、いつもどっちだったっけ、今日ゴミ捨てできるんだっけってわからなくなるんですけど、ね、そんな感じで引っ越しが終わり、新しい家に落ち着き、で、楽しく過ごしてるんですけど、そうで、3月のもう一つの大きいイベントは、花見イベントをしました。で、花バナナのアカウント始めてから初めてのオフラインイベントで、一緒にルートジャパニーズさんのルートくんと一緒にこのイベントを企画したんですけど、イベントのきっかけとしては、もともとこの花バナナのアカウントを始める前から、私がこのルートくん、知り合いというか、友達というか、知っていて、で、この人のコンテンツがすごく本当にいいんですよね。めちゃくちゃクオリティが高くて、で、日本語学習者にすごい愛情を持って作ってるのがわかるし、わかりやすいし、クオリティも高いし、動画もかっこいいし、本当にリスペクトしてるんですけど、で、なんか、そう、たまにその花々のアカウント、作る前とか作った後も、なんかいろいろアドバイス聞いたり、なんかどうやってこれやってるの、どうやってこれやってるのとかいろいろ聞いたり、先輩なんで、あの、いろいろ教えてもらってたんですけど、そんな中で、なんか私、あの、は、こう、フォロワーの人と会ったり、オフラインで楽しく、なんかみんなでイベントしたりするっていうのはすごいずっとやってみたくて、で、一人でやっても、ね、まず一人でやれよって感じなんですけど、ルート君になんかこういうオフラインのイベント一緒にやらないって私が誘って、で、本当に忙しい人なんですけど、一緒にやってくれることになって、本当にあの、ありがとうございます。すごいしっかりしてる人なので、いろんなところで助けてもらいながら、もう彼のおかげで無事終わったような、イベントがね、無事できたような感じなんですけど、花見イベントは、結局16人 ?17 人ぐらいの人が来てくれて、初めてフォロワーの人に会ったんですけど、本当に何とも言えない気持ちになりました。なんか本当に嬉しくて、で、その日が雨予報で、花見ができないかもしれないと思って、結構ギリギリまで、室内でできるように、あの、会議室とかネットで調べて、室内の、場所をどこか借りれないかなと思って調べてたんですけど、そんな心配も、必要なく、イベントがちゃんと公園でできて、本当にいい天気で、暖かくて、あんまり寒くなくて、完璧な天気の中でイベントができたんですけど、花見っていうのが日本人のかなり、
なんか日本人がすごい大切にしてる文化、大切にしてるのかわからないですけど、私はとにかく桜が好きで、桜見るとなんか1年なんか1年終わったなっていうか、1年早いなってすごい実感するし、なんかこうすごいね、切ない気持ちになるんですけど、なんかみんないろんな桜に対してなんかいろんな思い出とかあるかもしれないんですけど、私はなんかわからないけど、桜を見るとすごい日本人で良かったなっていう気持ちになるんですよね。なんかこの景色見れるだけでも日本に生まれて良かったなって思うくらい、ほんとそれぐらいの季節がすごい好きで、でも毎日意味ないのに散歩したりするくらい桜を見に行きたい人間なんですけど、で、花見はみんなで公園とか、道端でもいいんですけど、お酒飲んだり、ご飯食べながらみんなでわちゃわちゃ過ごすのが花見で、日本の文化なんですけど、それをみんなでしたいなと思って。で、食べ物も日本を感じてもらえる、食べ物を用意したいなと思って、いなり寿司いなり寿司っていう、なんか甘いなんて言うんだろう。お稲荷にお米を入れたいなり寿司っていうお寿司があるんですけど、それと、あとは、お餅みたらし団子とか、豆大福とか、あの、桜餅とか、そういうお餅も用意して、みんなで日本を感じながら遊びました。で、本当に問題はあんまりなく、すごくスムーズにイベントが進んで、で、参加してくれた人に本当に感謝なんですけど、みんなすごい本当にいい人で、一番びっくりしたのは、日本に住んでるフォロワーの人が来てくれてると思ったんですけど、そうじゃなく、そういう人もいるんだけど、イベント参加してくれたうちの3人ぐらいの人は、旅行中で日本に住んでるわけじゃなくって、たまたま日本の旅行がこのイベントとかぶったから来ましたっていう人が多くて、みんな一人ずつ、友達同士とかじゃなくて一人ずつで参加してくれたんですよね。で、知らない人の、会ったことない会ったことない人じゃないですか、私が。会ったことない人のイベントに一人で参加するって結構緊張するじゃないですか。で、しかも旅行中で、そんなにね、あの、その東京のことを詳しいわけでもなく、もう代々木公園ってどこですかぐらいの感じだったと思うんですけど、それでもみんなが参加してくれて本当に感動したのと、ありがたい気持ちになりました。で、このイベントで一番大変だったのは、集合することなんですけど、代々木公園でこのイベントをしたんですけど、あの、本当にいい天気で、土曜日の週末だったので、もう人が想像の倍ぐらいいて、で、公園っていろんなところに入り口があったり、あとは本当に広いので、この公園が。集合するのがすごい大変で、で、ちょっと道に迷ったり、迷子になっちゃったり、私が迷子になっちゃったり、して、で、イベントは2時からスタートだったんですけど、ピクニックの場所取りは
朝11時からやってたんですよね。このルートくんと朝11時から集合して準備してたんですけど、で、2時から集合で集まったんだけど、こう集合が難しくって、このイベントがちゃんと始められたのが3時からで、ちょっと遅くなっちゃちょっとどころじゃなくて1時間遅れてスタートしたんですよね。でもこの初めてのイベントだから、こういうのが集合が難しいとか、迷子になっちゃうとか、全然こう頭になくて、本当にそこは反省点で、次のイベントに活かしていきたいんですけど、そういうのも本当にいい勉強になりました。もう誰もこう文句っていうかもう怒らずにイベント最後まで参加してくれた人には本当に感謝で、ありがとうございます。だからみんなが楽しかったって言ってくれたので本当に嬉しかったし、またこういう機会があったらイベント企画したいなって思いました。こんな感じで3月は本当に私にとっては濃密な1ヶ月で、4月はあの特にこうあんまり大きいイベントが私の中でのライフイベントはないので、もうしっかりちゃんと仕事していかなきゃなと思ってるんですけど、ナバダのアカウントもたくさんの人に知ってもらえるようにポストしながら、本業の方の仕事もちゃんと集中してやっていくぞっていう気合が入ってます。こんな感じで私の3月の振り返りは終わりたいと思います。ちょっと早口になってしまって聞きにくいところもあったと思うんですけど、どれぐらいリスニングできましたかね。少しでもみんなの勉強の役に立てたら嬉しいです。明日からは4月で、日本では新年度のスタートなので、新しい気持ちで頑張りたいなと思ってるんですけど、皆さんはどんな気持ちで4月迎えますか？海外の人は4月は特にこう何の切り替えというか思い入れもないかもしれないんですけど、新しくチャレンジしたいことがあったらぜひ教えてください。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のエピソードで会いましょう。Thank you for listening. I will see you in the next episode. Bye bye.